皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやーもうね、梅雨入りして毎日ジメジメとした暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、先週がですね、アロマンチャンネル初登場の僕のね、両親を連れて1泊2日でね、佐賀県の方に Vlog 行ってきたんですけど、Vlog 動画いかがだったでしょうか。皆さんからね、大変温かいコメントをね、たくさんいただきまして、僕の両親もね、それを見て、さぞ嬉しかったんちゃうかなと思います。このアロマン亭にはいずれ両親もね、呼び寄せたいと思ってるんで、これから YouTube を続けていく以上、両親もどんどん登場する機会がね、増えるかもしれないんで、今回皆さんに公開できたことも良かったなと思いますし、僕がね、どういう両親に育てられたのかとか、僕のね、ルーツなんかも皆さんに分かってもらえたんちゃうかなと思って嬉しく思います。先週は僕にとってもね、すごいいい息抜きになりました。ということで今週からまた引き続きね、古民家の2階寝室の DIY を進めていきたいと思ってます。で、今この2階寝室ご覧のようにですね、天井の漆喰仕上げが終わり、回り縁もつき、着々とね、内装進んでおります。で、先週の Vlog 動画で、ついでにね、福岡の方にも寄り道して、その際に、通りさんのショールームに行って、もうフロア材をね、選びました。なので今週はですね、この2階寝室、床のね、施工をしていきたいと思います。ということで早速気合い入れて頑張っていきたいと思います。やっていくね。重すぎる。重すぎるで。よいしょ。はい、今回ね、こちら、通りさんのファブテックスタイルというね、商品をうちの床材に使いたいと思います。ここにもう一箱開けたやつがあるんですけど、こんな感じですね。こんな感じ。大きさで言うと50センチ ×50 センチの正方形のタイルです。床材はそれこそ、こういうフロアタイル、あとはクッションフロアとか、それこそ、木のね、フローリングとか、いろいろあるんですけど、僕はね、今回ね、通りさんのショールームで、ちょっとこれに一目惚れしちゃいまして、うちのこの2階の寝室は、梁とか、あと大黒柱とかがあって、すごいね、古民家のね、風合いがあるんで、和モダンなテイストにね、仕上げたいと思ってですね、もうこれが一番僕がイメージしているスタイリングにバッチシきたんですよね。でね、これはね、何しか、これ表面の質感がね、すごい僕気に入りまして、手触りはね、ちょっとね、ザラザラっとしたような、ゴザのような感覚がありまして、実際ね、素足でこの上歩いてみても、すごいね、気持ちよかったんですよ。で、これ自体ね、厚みがね、これ5ミリぐらいあるんかな。結構クッション性あるんで、踏んだ時の感触もいいですし、ほんでクッションフロアみたいに柔らかすぎないんで、へこんだりもしないし、デザイン面、機能面においてもね、気に入りました。こうやって実際、針に当ててみても、めちゃくちゃ合うよね、色的に。これ天井のこの色味にもすごい合うと思うし、壁はまだね、仕上げしてないんですけど、仕上げで使おうと思っている色にもね、すごいマッチすると思います。いや、これはいいよ。よし、ほんならどこを基準に始めていくかやな。それがめっちゃ大事です。やっぱりね、端っこ、壁の際ですね、はどうしてもやっぱカットして処理しなきゃいけないんで、そっちの方が複雑ですということなんで、セオリーとしては部屋の中心からどんどん外側に貼っていく。で、最後に壁の、際の処理をするみたいな感じがいいと思うんですけど、よいしょ、ちょっと仮置きしてみようか。
ここら。そうね、こらぐらいから始めたとして、適当に仮置きしてみますね。要はそっちの壁まで何枚でいけるか見てみます。3枚で、4枚目がこれぐらいと。極力ね、やっぱロスは少なくいきたいですもんね。というのもこれもなかなかちょっとお高めの床材なんでねよっしゃー。なら使う、床用のボンドはこちらね。セメダインさんのクッションフロア用ボンド。水性のやつ。それをこちらのね、接着剤用くしめごて。これで薄く広げていきたいと思います。OK。こういう感じね。はい。このタイルね、すぐには貼っていけないんですよ。接着剤を塗り伸ばして、オープンタイムっていうのを開けなきゃいけなくて、それがね、だいたい、これの場合は10分ぐらいかな。それぐらい時間を空けて、いよいよ貼っていきたいと思います。よし、10分ぐらい経過しましたね。ってことで、貼っていこう。こっち端からね、向こうにかけて貼っていきたいと思います。これ一応ね、タイル向きがあるんですよ。縦と横と。こんな感じでね、裏見たら矢印が書いてるんですよ。最初はね、貼り方もこう市松模様みたいにね、縦横みたいにしようかと思ったけど、でもやっぱりそうするとめちゃくちゃ綺麗に貼らないと、ちょっとでも継ぎ目がずれたら変な市松模様になるじゃないですか。なのでやっぱり向きは全部一定に揃えたいと思います。気合いくよ。OK。いいよ。こういう感じ。出した基準線にピシャーっとね、合うように貼っていきます。めっちゃいい。めっちゃ綺麗。最高や。オッケー。あとここの端ね、ここは、カットして処理せなあかんところや。ちょっと一旦これ2列目も切らんでいいとこ先貼っていきます。どんどん貼るよ。どっかでね、ちょっとでもずれたらもうずっとずれていくから、やっぱりね、隙間なくピシャッと貼っておきたいよね。よっしゃ、継ぎ目がどこかわからんぐらいピシャッといっとるわ。いいよいいよ。よし、オッケー。2列目もここまで行きましたね。ってことで端の処理や。ここはね、切り方があるんですよ。ならこれはまずここにピシャッと合うように一回こう重ねます。これをね、この上にこれを重ねて、こういう感じでこう
でこれに合わせてカットすると。こうね、パキッとこういう感じで、はい、こういう感じで、ここにこうつけて、よし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 、いいねいいねいいね、オッケーオッケーオッケー、完璧完璧。意外とこの端のね処理簡単ですね。ここ若干まあ1ミリ2ミリ隙間できたとて、後からね幅木を取り付けるんで、それで完璧にね隠れるんですよ。だからこれで完璧ですね。またここにこう重ねまして、ここをまた壁に突きつけて、よっしゃー、完璧。あっくそ、最悪や。やばい、これ全然足りひんや。もう3キロのやつなくなりそうやねんけど。チャッピーに聞いたら4キロでうちの面積いけるってなっててんけどな。よっしゃー、オッケー。またちょっとね10分ぐらい待ちます。よっしゃー、オッケー。よしよしよし、3列貼れました。めっちゃいい感じ。めちゃくちゃいい。よし、ほんならね、こっちの端やっていきます。ここがちょっとね難しいですよ。全部カットしていかなあかんからね。やっていこう。よし。よし、オッケー。はい、今こんな感じでね、コーチ目の端行けました。列にして4列ですかね。で、寝室のだいたい半分ぐらい行けました。ちょっと待って、どうですか？もうすでにめっちゃいいんじゃない？上の梁ともすごい合うてるし、ショールームでもかなりいいなって思ってたけど、実際敷いてみたら想像の5倍良かった。で、際もね、もうほんまに幅木いらんのちゃうかレベルで隙間なく貼れましたね。すごいすごい、めっちゃいい。ってことでね、寝室残りもう半分、そして奥のウォークインクローゼットですねを引き続きやっていきたいと思います。
やりちゃん、あんたどこ寝てんのそれ。綺麗にすっぽり収まってるけど、寝心地悪いやろあんたこれ。はい、今日の畑のお時間です。いやー、畑はね、もう2週ぐらい空いたのかな。先週は Vlog やったし、九州も梅雨入りして、もう先週の大雨たるやすごかったですよ。おまけに台風も来たしね、もう毎日ザーザー降りやったんですけど、野菜たちなんとか持ちこたえてくれましたし、なんならその大雨の影響で成長がえげつないです。ちょっとね、一個一個見ていきたいと思います。まずこっち端、これサニーレタス、もうえげつないでしょう。もうこれはね、結構かき取ってサラダにしてね食べてるんですけど、やっぱりいいですよ。摘みたては本当にみずみずしくてシャキシャキで最高です。はい。でも次こっち、きゅうり見て、背の高さもすっかり上の支柱のところまで来て、もうわっさーっと生い茂ってます。あとね、これネット張りましたね。で、なんともうすでにここ1個、これほら収穫できそうなきゅうりあります。で、まだまだねお花とかもいっぱいつけてるんで、ちょっとねこれ今後楽しみですよ。ちょっと1本はね最後収穫したいと思います。はい。で、お次こちらししとうですね。ししとう、ししとうがですね、こっちの方はね何の問題もなく順調に育ってるんですけど、ちょっとこれがご覧のように葉っぱのところかなりこれ病気なのかな、やられちゃってますね。なんでやろうね。やっぱり先週の大雨の影響から、あれ以前はめっちゃ調子良かったんですけどね、これ原因なんですかね。わかる方教えてください。で、それの対処法もね教えていただけると嬉しいです。はい。お次こちらパプリカもですね、何ら変化なく順調に育ってますということで、こちらピーマンがね、見てください。もう実つき始めました。こっちもこれもほら、いいね、めちゃくちゃ順調です。で、お次こちら枝豆もね、最初3本生えてた苗を1本に絞って大切に育ててるんですけど、それらもね順調に育ってますよ。全然虫食いとかもないもんね。やっぱりコンパニオンプランツが働きしてくれてるのかな。で、次ここナスですよ。師匠にいただいたナスたちめちゃくちゃ順調に育ってます。かなりね横に葉っぱ広げ始めましたね。いいね。ほんで真ん中にこれシソですよ、シソ。あ、ちょっと待って、ここウリハムシがおる。けしからんな。すごいですよ、ほんと生い茂りすぎちゃう。こんな食べられへんねんけど。ということでこちらモロヘイヤね。モロヘイヤもう僕半分諦めてはおるんですけど、でもまだどこか諦めきれない気持ちもあり、切ってはないんですよね。なんかねまだいけるんちゃうかっていうようなねアドバイスもいただいたんで、もうちょっと諦めずに育ててみたいと思います。これやばいな、支柱立てなあかんな。だいぶこっちに傾いちゃってます。次こちらバジルもちょっと生い茂りすぎちゃいまっか。これどないしろちゅうね。すごいですよバジルも。ちょっとバジルに関しては植えたものの今使い道に困ってます。一回ちょっとねサラダでもしてちょっと食べてみたいと思いますね。はい。お次こちらズッキーニですよ。ズッキーニが見てもこれ何この葉っぱの広げ方、えげつないでしょ。この一畝に3本しか植えてないけど、もう葉っぱで覆い尽くされてますもんね。ほんでなんとですね、このズッキーニ、これ見て、この緑のやつ、もう1個収穫できるのがあります。これかなりぶっといのができてます。黄色もね、こっちもね、ほらもうメスのはいっぱいなってるんですけど、これはもうちょっと人工授粉させてあげなあかんかもしれんな。でもここに関しては見て、これほら今これ受粉できます。
こっちが雄花、こっちが雌花なんですけど、今いけますね。ちょうど花開いてる。これちょっと受粉させてあげます。あ、ちょっと、マボー。ちょっとマボー。やめて。マーブルがね、このマルチの上が好きで、ようね、この上とかで日向ぼっこしてんですよ。マーボー、やめてください。オスの方をこう取って、ほら、こんな感じで真ん中、花粉がありますでしょ。これです。これね、ここに、ちょん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 とつけてあげたら、受粉完了です。1個の受粉だけにこれ使うのもったいないからな。ちょっと広げさせてもらって、よっしゃよっしゃよっしゃ。オッケー。よいしょー。来たこれ。見て。何これ。でかすぎ。はい、ズッキーニ。今年初収穫です。記念すべき1本目。いいのが収穫できました。最高やね。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。きゅうりも記念すべき1本目収穫。待って、こうやって比べたらわかるけど、ズッキーニでかすぎやろ。えげつな。はい、そしてお次、こちらのね、プランターの方、トマト、そしてエンツァイともにですね、超順調に育っております。すごいですよ、実も。ほら、鈴なり。こっちの奥の方とかもほら見て。めちゃくちゃ、ここらも。いっぱいいっぱいつき始めてる。おもろ。ほんでこの、見てください、エンツァイ。空心菜の方。これ、すんごいよ。だいぶね、ほら見てください。茎もしっかりしてきました。やっぱりね、茎がね、炒め物した時シャキシャキして美味しいですから。これいいですよ。いやー、これからもこの子たちの成長が楽しみです。完璧だ。オッケー。ほんなら、次のここの列に関しては、これね、大黒柱かかるわけですよ。ここには壁もあるし、ちょっとここはね、複雑です。ちょっとここは型取るのに時間かかるかもしれないんで、ボンドつける前にね、先ここだけ型取っておきます。右的にこうか。よっしゃ。どうだこれ。さあ、どうだうまくいくのか。ここのね、大黒柱のところに関しては、もう幅木つけるわけにもいかないんで、ほんまにね、隙間なくピシャっていってもらわな困るわけですよ。さあ、どうだうまくいってくれ。よいしょ。オッケー。完璧すぎる。これはえぐい。オッケー、完璧。うわおわっよっしゃ、どんな買っていくよ。よいしょ。オッケー。よっしゃ。さあ、ここどうだ。よっしゃ、完璧。よし、完璧。よし。
しゃー。オッケー。ここの際も完璧よ、これ。よーし。よし。この壁周り綺麗にいきましたね。やっぱりさっきね、ボードつける前にこうやって型取りをしっかりしてから貼っていくとスムーズに貼れるし楽ですね。何事も面倒事は先に済ませる、それが一番です。このフロアタイルはね、クッションフロアと違ってその部屋全体を一気に貼る必要ないじゃないですか。こう一枚一枚一つずつ貼っていけるから、やっぱりね、割と施工しやすいですね。さあ、これがラスト1ピース。さあ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 。おっきい。隙間一つなんか貼れたんじゃないか。おっがー、はあ、やばい。すげえ。ちょっと待ってよ、これ。マジでいいわ。すっごい落ち着く。この素足で歩いた時の足裏の感触。マジで気持ちよすぎる。いや、この床材ね、いい意味で、家っぽくないんですよ。いや、なんかほんとね、スパの脱衣所とかによく使われてそうな床材。そんな感じのね、感触なんですよ。これマジ足触りいいよ。気持ちいい。まあ近くで見るとね、こんな感じなんですけど、すごい和の雰囲気があってね、僕は大好きですね、これ。でちょっと引きで見ても、どうですか？なんかすごい高級感ないですか？ほんでこのね、大黒柱周りの処理といい、壁のね、際の処理といい、ほんまに我ながらうまく貼れたと思います。やばいよこれ。てかこの床材がね、超扱いやすかったですね。いや、これいいわ。他の部屋でもちょっとこれ使いたいぐらいな。で、そこの壁の、際に関してはですね、こんな感じで隙間ができてるんですよ。腫れてないところがあるんですけど、これに関しては大丈夫なんですよ。というのもですね、これちょっとネタバレになるんですけど、ベッドをね、そこに僕置こうと思ってるんですよ。で、ベッドのセイタとしてふかし壁をね、僕は作ろうと思ってるんですよ。ふかし腰壁っていうのかな。そのふかし腰壁ができるから、ここの隙間に関してはね、最終的にね、綺麗にね、隠れるんですよ。だからここの隙間に関しては大丈夫です。いやー、本当にね、デザイン面においてもね、素晴らしいと思うんですけど、それに加えてね、抗菌効果とか、あと防カビ効果とかね、そういったね、機能面においてもすごいね、このフローリングは優れてるんですよ。ほんでね、このフローリングね、もう一個めっちゃいいなって思うのが、掃除がめっちゃしやすいんですよ。うちはね、猫ちゃんを飼ってるんで、よくね、毛とか抜けるんですよ。それでも、これ材質的に毛もね、刺さらないから、掃除機ですごい吸いやすいなって思いました。で、あとこれ、表面のね、素材はビニールやから、水気もね、弾くし、仮になんかこぼしたとしても、すぐ拭き取れるっていう良さもあって、完璧すぎるな。っ
でもこの床材で唯一心配やったことがありまして、それが、うちの猫ちゃんたちがザラザラした床の感触が心地よくて、これでね、爪を研がないかっていうことなんですよ。もうそれだけが正直ずっと心配やったんで、このフロアタイル取り寄せてからすぐね、開封して数日間、猫ちゃんがよくおるところに置いとってみました。爪を研ぐのかどうかね、実験したんですよ。そしたら全然興味を示しませんでした。これで爪研がないです。それがね、ほんまに良かった。いや、ほんとね、心配なのはそれだけやったんですよ。でもそれをクリアしたから、もうね、完璧です。もうほんまにええことしかない。この床材を選んで。いやー、今回フロアタイルを貼ったことで一気にね、部屋らしくなったと思います。これからもね、引き続き2階寝室のね、リノベ進めていくんで応援してくれたら嬉しいです。はい。ということで、今回の動画はこれで以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。